皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回は 3D レイヤーとカメラに慣れるために今流れているような映像を作っていきます。カメラアングルが変わり、目標点も移動するので、少し複雑ですが、このような動きをつけることができるようになれば、いろいろな演出に応用できるかと思います。カメラの基本的な操作や動きのつけ方に加えて、シェイプレイヤーもふんだんに使用します。動画を見ていてわからない部分がある場合は、過去にアップしているシェイプレイヤー入門第1回から3回まで見ていただけると理解が深まるかと思います。では早速行ってみましょう。まずはシェイプアニメーションを2種類作っていきます。アニメーションが完成したらそれらを 3D 空間に配置してカメラで撮影していきます。コンポジションを作りましょう。サイズは幅と高さともに1080で、フレームレートは24、デュレーションは8秒とします。早速、シェイプアニメーションを作成していきます。楕円形ツールで円形を作成します。線と塗り両方をオンにしておきます。色も適当に設定しておいてください。楕円形ツールをダブルクリックして画面の中心に線円を作りましょう。レイヤーを開きます。サイズを使用して中心から広がって出現する動きをつけます。0フレームでサイズを0にし、20フレームで380にします。適当にキーフレーム速度を調整して動きに緩急をつけておきます。レイヤーの項目から線の目のマークをオフにして塗りだけの状態にします。では、レイヤーを選択して、コントロール D を押して複製します。オリジナルのレイヤーはすでにコンテンツが展開されていて、すぐ編集できる状態なので、このままオリジナルのレイヤーを編集します。では編集していきましょう。線をオンにして塗りをオフにします。線幅も25に調整します。サイズも一回り大きくしましょう。600くらいにしておきます。すでにキーフレームが打たれているプロパティを編集するときは、現在の時間に注意です。キーフレームが打たれた時間以外で値を変更すると、新しくキーフレームが作成されてしまうので気をつけましょう。では、楕円形1を選択して、コントロール D で複製します。これでシェイプレイヤー1のコンテンツの中で、楕円形が2つある状態になりました。レイヤーの複製と違い、1つのレイヤー内で複数のシェイプがある状態になります。まとめられそうなシェイプは1つのレイヤーで作成すると、レイヤーの数が増えずに済みます。まとめるかまとめないかをどう判断するかですが、3D レイヤーの場合、高低差や奥行きなど位置が変わる場合は、レイヤーを分けて作成するといいと思います。では、楕円形1を編集していきます。まず、線をオフにし、塗りをオンにします。先ほどの円形と色が同じになっているので、塗りの色を変更しておきましょう。次にサイズを調整します。アニメーション終わりのキーフレームに時間を合わせて、サイズを500にします。サイズ変更ができたら、アニメーションの開始タイミングをずらします。外側に位置する線の円形が先にアニメーションを開始して、遅れて塗りの円形が動くようにします。塗りが有効になっている楕円形1のキーフレームを選択し、4フレームずらします。キーフレームの移動はキーを選択した状態でオルトと左右の矢印キーです。では、再度シェイプレイヤーを複製します。シェイプレイヤー2を選択して、コントロール D を押します。複製されたレイヤーを展開して中を見ていきましょう。アニメーション終わりのキーフレームに時間を合わせて、サイズを75に変更して小さくします。1の Y 軸を動かして図形を上に移動させます。マイナス350とします。サイズが確定したタイミングで位置にもキーフレームを打ちます。12フレーム進めて
マイナス450に変更しておきます。最後のキーフレームの入る速度の影響を上げて緩急をつけておきます。コンテンツの追加からリピーターを追加します。リピーターの項目を調整していきましょう。コピー数を4に変更します。トランスフォームリピーターの中にある1を0にして回転を90に変更します。シェイプレイヤー全体を45度傾けたいので R を押して回転プロパティを出して45と入力しておきましょう。ではそれぞれのレイヤーの時間をずらしてアニメーションの開始タイミングを調整していきます。線の円形と塗りの円形が一緒になっているシェイプレイヤー1の開始時間を変更します。10フレーム目から始まるようにレイヤーの開始タイミングを移動させましょう。シェイプレイヤーにも同じように時間を調整します。20フレームから開始するように調整します。一度再生してみましょう。時間を調整するだけで情報を増やすことができます。ただ動きがずれただけでもよく見える場合がありますが、今回の場合だと四隅にある小さな円形は中央から広がる大きい円形の動きに押されるように移動しているようにも見えます。時間をずらしたことでそれぞれの図形が干渉しているかのように見せることができています。実際には干渉していませんが、らしく見せるというのはアニメーションにおいても非常に重要です。では続きを作っていきます。G を押してペンツールに切り替えましょう。塗りはオフにして線はオンにしておきます。線幅は20に設定します。線幅などは好みに合わせて変更してください。レイヤーが何も選択されていないことを確認してからペンツールで線を描いていきます。画面の中心付近から外に伸びる線を作成したいので、コントロールコロンを押してグリッドを表示させます。中心がわかりやすいようにアスタリスクを押してアクションセーフも表示させておきます。では適当にコンボ内をクリックしてポイントを打ちましょう。ポイントが打てたらポイントにマウスを合わせてドラッグし中心にスナップさせます。この時グリッドにスナップしてくれない場合はコントロール、シフト、コロンを押してグリッドスナップを有効にしましょう。中心にポイントを打てたらグリッドは不要なので再度コントロール、コロンで非表示にします。真上に伸びるようにシフトを押しながらクリックしてまっすぐ線を作成します。一旦画面の中心から線が伸びるように調整しましたが、今のままだと中心にある円形と重なってしまうので、ラインの支点となるポイントを少し外側に移動させておきましょう。円形の動きも見ながら調整してください。長さを調整できたら、線の端の形状を丸型に変更しておきます。では動きをつけます。パスのトリミングを追加しましょう。0フレームで終了点を0にしてキーを打ちます。10フレーム進めて 100% にします。2フレーム目で開始点を0にしてキーフレームを打ちます。そこから15フレーム進めて 100% にします。それぞれ終了のキーフレームの入る速度の影響を上げて緩急をつけておきます。先ほどと同じようにリピーターを使って四方に広がるアニメーションにしましょう。リピーターは同じ設定で問題ないので、四方に広がる円形のシェイプレイヤーを開き、中からリピーターを選択してコントロール C でコピーしておきます。貼り付けたいレイヤーを選択してコントロール V です。最後にアニメーションの開始タイミングを調整します。16フレームから開始するようにレイヤーを移動させます。再生してみましょう。これでベースとなるアニメーションが完成しました。では次にピンマークのアイコンを作成していきます。楕円形ツールに切り替えましょう。塗りをオンにして線は不要なのでオフにします。色を変更しておきましょう。レイヤーを選択していないことを確認して楕円形ツールをダブルクリックして円形を作成します。レイヤーの中のコンテンツを展開してサイズを調整しましょう。
200くらいにしておきます。楕円形1を選択して、コントロール D で複製しておきます。楕円形1は後でパスの結合の型抜きに使用しますので、一旦非表示にして楕円形2を展開しましょう。楕円形パスの上で右クリックしてベジパスに変換を選択します。これで円形のパスを自由に編集できるようになりました。G を押してペンツールに切り替えます。ボルトを押しながら円形の下のポイントをクリックしてパスの性質を変更させて尖らせます。そのままポイントにカーソルを合わせましょう。すると黒い矢印アイコンに変わるので下方向に引っ張ります。シフトを押しながらドラッグしてまっすぐ下に移動させましょう。ピンマークのシルエットに近づきました。ではパスの結合を使って穴を開けます。コンテンツを選択した状態で追加からパスの結合を選択しましょう。パスの結合を開き、モードを型抜きに変更します。楕円形1を表示させます。型抜きが行われました。サイズを調整しておきます。楕円形1のサイズを110にします。ピンマークのアイコンが完成しました。これで一通り要素が揃えましたので、レイヤーをすべて選択して 3D レイヤーに切り替えます。3D 空間がわかりやすいようにカスタムビュー3に切り替えておきましょう。現在レイヤーはすべて正面に向いている状態です。ピンマークのレイヤー以外は床に沿って配置したいので、あらかじめ角度を変更しておきましょう。ヌルを使用して一気に角度を調整します。コントロール、シフト、オルト、Y でヌルを作成します。ヌルも 3D レイヤーにしておきます。ピンマークアイコン以外のレイヤーを選択し、ピックウィップを掴んでヌルにドラッグし、親子関係を作ります。ヌルを選択して R を押して回転プロパティを表示させます。X 回転をマイナス90にします。これでピンマークのアイコン以外は床に沿って配置されました。では、せっかく 3D になったので、高低差を作っていきましょう。一回り小さい円形のシェイプレイヤー2を選択して、P を押して位置プロパティを表示させます。Z 軸を調整して少し高い位置に配置します。私はマイナス35とします。サイズのアニメーションの終わり際にキーフレームを打っておきます。そこから20フレーム進めてマイナス90とし、登場してから上に移動するアニメーションをつけておきます。どちらのキーフレームにもしっかりイージングをつけておきましょう。では次にピンマークアイコンをアニメーションさせます。レイヤーを選択して S を押し、スケールプロパティを表示させます。その後、位置にもアニメーションをつけますので、シフトをしながら P を押して、位置プロパティも表示させておきます。35フレームでスケールを 0% にし、そこから10フレーム進めて 70% にします。今回思いのほかピンマークを大きく作ってしまったので、ここでサイズを調整します。サイズ感は好みになるので、好きに調整してみてください。スケールに打った2つ目のキーフレームの入る速度の影響を上げて緩急をつけておきます。では、位置も動かしましょう。上から降りてくるイメージで動きをつけます。Y 軸で高さを調整し、キーを打ちましょう。私はマイナス40とします。6フレーム進めてピンマークが止まってほしい高さを探ってみましょう。この時 3D 空間を回転させて角度を変えて確認するようにしましょう。どれぐらいの高さに配置されているかは、ビューを動かさないと正しく判断できないからです。私は200とします。いい位置を決めることができたら、最初のキーフレームに緩急をつけて、位置のキーをすべて選択した状態で、イラスティックでアニメーションをつけておきます。では最後に、ピンマークの動きに合わせて、パスの結合を使ったアニメーションを追加しておきます。シェイプレイヤー2をコントロール D で複製します。複製されたレイヤーを展開して編集していきます。まず、位置に打たれたキーフレームを削除します。ストップウォッチアイコンをクリックすると削除できます。
次に位置を調整します。ピンマークの止まる位置付近に動かしましょう。私はマイナス150に設定をしておきます。では、サイズに設定されているキーフレームを見ていきます。現在、サイズアニメーションは出だしが遅く、止まる際も減速しています。今回の場合、ピンマークが刺さった勢いで、この円形を登場させたいので、開始時は加速している方が自然です。グラフエディターで編集していきましょう。開始時のキーフレームのハンドルを掴んで速度を上げておきます。では次にコンテンツ内にある楕円形をコントロール D で複製しておきます。コンテンツを選択した状態でパスの結合を追加しましょう。パスの結合のモードを型抜きにして、楕円形1に打たれたサイズのキーフレームを2フレームほど後ろにずらします。ピンマークが下に降りてきたタイミングで再生させたいので、時間を動かしながらタイミングを探りましょう。いい時間を見つけたらレイヤーをずらします。最後に色を変更しておきます。配色はお好みです。自分の気に入る色を探ってみましょう。再生してみましょう。これで 3D 空間に配置するアニメーションが一つ完成しました。ではもう一つの作成に取り掛かりましょう。プロジェクトパネルから今作ったコンポジションを複製します。複製はコントロール D です。わかりやすいように適当に名前を変更しておきましょう。では複製されたコンポを開きます。先ほどは円形を主体としたアニメーションだったので、次は四角形で作ってみましょう。シェイプレイヤー3と塗る以外を選択して削除しておきます。では残ったレイヤーを改造して流用しましょう。まずシェイプレイヤー3には回転に値が入っているので、R を押して回転プロパティを表示させて値を0にしておきます。次は円形から四角形に切り替えてみます。レイヤーを開き、コンテンツの中から楕円形パスを非表示にしておきます。楕円形1を選択した状態で、追加から長方形を選択します。楕円形パスのアニメーションを長方形に移植します。楕円形パスを展開して、サイズを選択して、コントロール C でコピーし、今度は長方形パスのサイズを選択して、コントロール V です。コピーしてペーストする際は、現在の時間に気をつけてください。現在の時間に合わせてキーフレームがコピーされてしまうからです。時間をしっかり合わせて貼り付けるようにしましょう。位置はアニメーションさせないので、これで OK です。楕円形パスは不要になったので削除しても大丈夫です。では、位置を少し変更しておきます。X 軸と Y 軸ともにマイナス450にして角に配置しておきます。では次に楕円形1を選択してコントロール D で複製します。中身は長方形なのに楕円形となっているのがややこしいという方は、楕円形1を選択してエンターキーを押すことで名前を変更することができます。私も長方形と名前を変更しておきます。ついでに複製したものもわかりやすく名前を変更しておきましょう。複製された方ではパスの結合の型抜きを使ってアニメーションさせるので、型抜きとしておきましょう。では型抜きを展開し、編集していきます。先ほど作成した四角形よりも一回り大きいサイズにしたいので調整しましょう。サイズの終点を120に変更しておきます。アニメーションの間隔も少し調整します。10フレームでアニメーションが終わるように終点のキーフレームを移動させておきます。では長方形パス1を選択し、コントロール D で複製し、パスの結合用のシェイプを用意します。追加からパスの結合を追加しましょう。この時、どこにパスの結合を追加するのかが選択しているグループによって変わるので注意してください。型抜きを選択した状態でパスの結合を追加すると安全です。追加できたらモードを型抜きにしておきましょう。今のままだと長方形パス1と2のアニメーションタイミングが一緒なので、
うまくアニメーションが表示されていません。長方形パス2に打たれたサイズのキーフレームを選択して5フレームほど時間をずらしておきましょう。一度再生してみましょう。私と同じようにアニメーションが流れていれば OK です。では次はメインとなるシェイプを用意します。シェイプレイヤー3を複製して利用します。複製できたらレイヤーを展開して不要な項目を削除していきます。コンテンツを開き、型抜きとリピーターを選択して削除します。長方形を開きましょう。位置を0にして、図形を中心に配置してサイズを整えます。私は600とします。先ほどもお伝えしましたが、キーフレームが打たれたプロパティの値変更は、現在の時間に気をつけましょう。今回はアニメーション終わりの時間に合わせて変更してください。長方形を選択して複製します。複製された長方形もしくはオリジナルの長方形、どちらでも構わないですが、オリジナルの長方形はすでに展開されていて、すぐに編集できる状態なので、こちらを触っていきます。糊りをオフにして線をオンにします。サイズを一回り大きくしましょう。私は740とします。線幅もお好みですが、私は5とします。現状、どちらの四角形も同じタイミングでアニメーションが開始されています。アニメーションの始めるタイミングを調整します。塗りで作成されている四角形が遅れて動き始めるように調整しましょう。キーフレームを選んで4フレームから開始するように変更します。再生してみましょう。形が見えてきました。ではさらに進めていきましょう。シェイプレイヤー4をコントロール D で複製します。複製されたレイヤーを選択して P を押し、1プロパティを開き、高さを調整します。Z 軸をマイナス20にして少しだけ高低差をつけました。次はサイズを一回り小さく調整します。U キーを押してキーフレームの打たれた項目を表示させます。糊で作られた四角形を380にし、線で作られた四角形を450とします。糊で作られた四角形は下にある四角形と同じ色なので視認できません。色を変更しておきましょう。少し明るめの色にしてコントラストをつけておきます。では再度レイヤーを複製します。コンテンツを開いて線で作成された四角形を削除しておきます。残った四角形の色を変更します。線を有効にして色を追加しておきましょう。線は塗りよりも濃い色に設定してください。線幅は1とします。アニメーションの開始タイミングがわかりやすくなるように、レイヤーをトリミングしておきます。U キーを押してサイズに打たれたキーフレームを表示させておきます。レイヤーを選択してアニメーションの開始タイミングに合わせて、Alt 鍵括弧です。20フレームにレイヤーの先頭が来るように動かしておきます。では、シフトをしながら P と R を押して1と回転プロパティを表示させます。サイズアニメーションが開始する時間に合わせて Z 回転にキーを打ちます。20フレーム進めて Z 回転を90へ変更します。キーフレームに換気をつけておきましょう。位置はマイナス100にしておきます。では、この平面的な四角形を押し出すことで厚みをつけたいと思います。クラシック 3D からシネマ 4D レンダラーに変更しましょう。シネマ 4D に変更することでテキストやシェイプレイヤーに形状オプションという項目が追加されます。追加された項目を使用することでシェイプレイヤーを押し出し厚みをつけることが可能になります。表現の幅を広げるためにもいい機能ではありますが、デメリットも存在します。シネマ 4D レンダラーにすることで、描画モードが使えなくなったり、トラックマットやレイヤースタイルなども使用することができなくなります。その他、一部のエフェクトが使えなくなったり、被写界深度も機能しません。他にも色々と弊害の出てしまう機能なので、状況に合わせて使用しましょう。
シネマ 4D レンダラーを使いたいし、トラックマットやエフェクトも使用したいとなった場合は、以前紹介したプリコンポーズで事前合成して対応しましょう。今回はシェイプレイヤーに厚みが欲しいので、シネマ 4D レンダラーを活用します。では、シェイプレイヤーを展開して掲示オプションを開きましょう。今回はライトも使用せず、フラットなデザインにするので、掲示オプションにあるベベルのスタイルやベベルの深さなどの項目は不要です。これらの項目は次回シネマ 4D レンダラーを使ったチュートリアルで解説しようと思っています。なので今回は押し出す深さだけを調整します。押し出す深さの値を上げることでシェイプを押し出して立体にすることができます。20と入力してみましょう。シェイプが押し出されて立体感が増しました。シェイプレイヤーにあらかじめ塗りに加えて線にも色を設定したのは押し出した際の側面に色が欲しかったからです。では次にこの厚みのある四角形を複製していきます。複製のたびに1の Z 軸をマイナス50ずつ変動させて積み上げていきましょう。合計で5つできたら OK です。下から順番に色が濃くなっていくようにグラデーションを作るイメージで塗りと線の色を変更しておきましょう。最後に下に配置されている四角形から順番にアニメーションが始まるように2から4フレームほどタイミングをずらしておきます。手動でも構いませんし、シーケンスレイヤーを使用しても OK です。モーションツールを導入している方は、ツール内にあるシーケンスを使用すると早くて便利です。ずらしたいフレーム数を入力して、レイヤーの並び順を指定し、シーケンスボタンをクリックで OK です。一度再生してみましょう。これで2つ目のアニメーションが完成しました。では仕上げにカメラで撮影していきましょう。新規コンポジションを作成します。幅1920、高さ1080、フレームレートは24とし、デュレーションは8秒にしておきます。コントロール Y で新規平面を作成しましょう。色を変更しておきます。後ほどエフェクトの塗りなどで設定しても構いません。では次に床を作ります。3D 空間において何も目印となるものがないと空間を把握しづらいので、グリッド柄の床を作ります。コントロール Y で再度新規平面レイヤーを作成します。平面のサイズを幅と高さともに1000にしておきます。エフェクトのグリッドを適用します。カラーをお好みの色に変更しておいてください。グリッドサイズを幅スライダーに変更して、グリッドの幅を一括で管理できるようにしておきます。幅は後で変更します。ではまず床に配置してみましょう。グリッドを適用した平面レイヤーを 3D レイヤーに変換します。わかりやすいようにカスタムビュー3に切り替えておきましょう。R を押して回転プロパティを表示させ、X 回転をマイナス90にして床に這うように角度を合わせておきます。他の 3D レイヤーと高さが被らないようにするために Y 軸を変更してほんの少しだけレイヤーを下げておきます。今のままだとレイヤーサイズが小さいので画面全体にグリッドが行き渡っていません。レイヤーサイズを大きくして対応してもいいのですが、カメラの角度次第でどれぐらいのサイズにすればいいかわからないので、レイヤーサイズではなくエフェクトを活用して解決します。グリッドなどの範囲を拡張するエフェクトはいくつかありますが、今回は CC リープタイルというエフェクトを使います。このエフェクトはレイヤーをタイリングすることができ、表示範囲を広げることができるエフェクトです。タイリング方法なども複数から選択することができる便利なエフェクトになります。エフェクトコントロールを見ていきましょう。上に4つ並んだ項目で左右上下にタイリングを展開していくことができます。一旦すべて3000ぐらいにしておきます。足りない場合は後で数値を上げるといいでしょう。これでグリッドがタイリングされ、表示範囲が広がりました。タイリングの項目でどのようにタイリングするかを選択することができます。この辺は必要となった時にまた紹介したいと思います。最後にブレンドボーダーズ。この項目ではタイリングした際の
つなぎ目となる部分をうまくぼかしてブレンドしてくれる機能です。つなぎ目がバレないように使用する項目です。今回は特に必要ないので触る必要はありません。では最後にグリッドの幅を調整しましょう。ボーダーではグリッドの線幅をコントロールします。この辺は好みに合わせて幅を調整してみてください。タイリングされているおかげで、ただ同じサイズの正方形が並んでいるグリッドではなく、少し変化のあるグリッドデザインも作ることができます。数値を変化させて試行錯誤してみてください。ベースとなる空間が完成しました。では、作った2つのシェイプアニメーションをプロジェクトパネルからドラッグしてコンポの中に入れましょう。3D レイヤーを使ったコンポジションレイヤーを別のコンポジションに入れた場合にどのように見えるのかを確認してみましょう。一旦アクティブカメラに戻しておきます。コンポジションパネルを見てみると 3D として機能しているようにも見えますが、このままではカメラの動きには反応しません。では 3D レイヤーに変更してみます。これでカメラの動きに反応するようになりましたが、あくまでもコンポジションレイヤーを 3D 化しただけなので、平面的な見え方になっています。今回はコンポジションレイヤー内で作成したシェイプレイヤーの 3D 情報をそのまま利用したいので、コラプストランスフォームを使用します。有効にしてみましょう。有効にすることで事前に合成されないので、コンポ内の 3D 情報をそのまま利用することができるようになります。ビュー操作や再生が遅い場合は、ドラフト 3D を有効にしておきましょう。では、シェイプアニメーションを配置していきます。流れとしては、四角形のアニメーションを映した後に、カメラを移動させて円形のアニメーションを映し出すといった感じです。配置しやすいようにトップビューに切り替えましょう。四角形の図形はそのまま原点に置いておき、円形のシェイプアニメーションを別の場所へ移動させます。適当に移動させて、右手前に配置してみました。配置できたらそれぞれの図形を結ぶラインを作成します。画面の中心にまずはポイントを打ちたいので、一度トップビューカメラをリセットを押してカメラの情報をリセットしておきます。G を押してペンツールに切り替えます。塗りをオフにして線を有効にし色を決めておきます。コントロールコロンでグリッドを表示して画面の中心にポイントを打ちます。ポイントが打てたら 3D レイヤーに変換して X 回転をマイナス90にしておきます。次に2つの図形が見えるようにカメラを動かします。ペンツールのままではカメラを動かす操作ができないので V を押して選択ツールに切り替えておきます。2つの図形が画面内に収めることができたら再度 G を押しペンツールに切り替えて線を作成していきます。先ほど作成したシェイプレイヤーが選択されていることを確認できたら中心にあるギズモをクリックしましょう。こうすることで中心にあるポイントから線を作成することができます。図形と図形をつなぐ道を作るようにパスを編集していきましょう。パスができたら線幅などを調整して一旦置いておきます。私は線幅を20とします。ではカメラを作成します。コントロール、シフト、オルト、C を押しましょう。今回のカメラワークでは目標点を起点とした動きにしたいので2ノードカメラにしておきます。プリセットはお好みですが、私は 50mm にしておきます。今回のデザイン的にパースはあまり強くかからない方がいいと思いますので、広角よりも望遠寄りにすると効果的な気がします。カメラが作成できました。では動きをつけていきましょう。シェイプアニメーションを中心に左側から右側に回り込むように動きをつけたいと思います。エッジプロパティを利用してカメラアングルを調整していきます。0フレームで位置にキーを打ち、最初のアングルを決めていきましょう。その後40フレームでカメラが回り込み、図形を映し出すというように設定してあげます。今回の場合ですと、回り込むような動きは X 軸で、俯瞰と煽りの調整は Y 軸です。
被写体に近づきたい場合や遠ざかりたい場合は Z 軸を利用します。被写体が少し画面の上の方に配置されている気がするので、目標点の Y 軸を使って見え方を調整しておきます。図形を起点に回り込むように動きをつけることができました。カメラを完全に停止させたくないので、動きの余韻を作成しましょう。位置に打った終点のキーフレームから5フレームほど戻り、そこでキーフレームを打ちます。最後のキーフレームを60フレームに移動させ、追加したキーフレームを40フレームに持っていきます。再生してみましょう。緩急は後ほどつけますが、大体の雰囲気はつかめてきたと思います。このように動きの余韻を作成する場合は、想定よりも大きく移動させておいて、間のフレームにキーを打ち活用すると、滑らかなアニメーションを作成することができます。というのも、余韻を別で作成するとなると、自分で位置や角度を指定する必要があり、そこで動きの流れにズレが生じる場合があります。今回のやり方だと、すでに動きの流れは作れていたので、その流れを利用する形になり、動きの流れや軌道にズレは生じません。もちろん動きによって作り方はいろいろとありますが、こういった方法も覚えておくといいかもしれません。後ほどまた余韻を作る必要があるので、その時は別の方法を試してみます。次は円形のシェイプにカメラがフォーカスするようなアニメーションを作成していきます。フォーカス先を変える場合は、まずは目標点を動かすとやりやすくなります。というのも、通ノードカメラでは目標点にカメラが向くようになっているので、まずはカメラがどの方向を向けばいいのかを設定してあげる必要があるからです。では、60フレームで目標点にキーフレームを打っていきます。そこから60フレーム進めて次の目標点を設定します。現在は四角形のアニメーションに目標点があるので、次は円形のアニメーションがある場所に目標点を移動させます。目標点はトップビューでの編集がおすすめです。真上から図形のレイアウトを見て位置を決めることができるので、他のアングルよりも編集が簡単になります。ではトップビューに切り替えておきます。オルトを押しながらマウスの右ボタンをドラッグしてカメラを引き、全体の位置関係がわかるようにしておきます。その他、オルトを押しながらマウスの中ボタンをドラッグして画面に図形が収まるようにカメラを動かします。では、目標点の値を動かして位置を決めていきます。カメラを選択して V を押して選択ツールに切り替えます。コンポジションパネルで目標点を直接動かすことでも調整することができます。円形の中心に目標点が来るように調整しましょう。では G を押してペンツールに切り替えます。ペンツールを使って目標点の軌道を編集していきます。ペンツールの状態で目標点のポイントにカーソルを合わせるとモーションパスの編集ができます。ドラッグして軌道を曲線にして滑らかな軌道にしてみましょう。では最後に位置を調整してアングルを決めていきましょう。アクティブカメラに変更しておきます。今回はコンポジションパネル内でカメラを操作してアングルを探っていきましょう。コンポジション内でカメラを動かすときには注意が必要です。まず起点となる目標点は動かしたくないので、トラック操作は行ってはいけません。トラック操作は目標点も動かしてしまうからです。次にツールバーを確認します。オルトとマウスのボタンで行っているカメラ操作は、ツールで言うとこの3つのツールを切り替えて行っています。例えば初期設定でのカメラの動きでは、カーソルの周りを周回するツールになります。つまりカーソルの位置によってカメラの動きが変わるので、目標点が変動する可能性があります。なので周回ツールはカメラの目標点の周りを周回に切り替えておきましょう。次にドリーツールにも同じようにカメラの目標点にドリーツールに切り替えておきます。これで目標点を動かすことなくカメラアングルを決めることができます。もちろんコンポジションパネル内で動かさず、レイヤーの位置プロパティを使用すれば目標点を動かす心配はないので活用してもいいでしょう。では好みのアングルを探りましょう。アングル変更中に図形の位置がうまく収まらない場合は目標点の高さを調整してください。
今回の場合、ピンマーク付近をカメラの中心にしたいので、目標点の Y 軸を調整したいと思います。アングルが決まったら再度トップビューに戻して確認してみましょう。カメラを選択します。軌道を見てみましょう。60フレームの動き始めを見ると、モーションパスが滑らかではないので、このままだと速度グラフの調整だけでは動きのカクつきを抑えることができません。カメラに動きをつけた際に動きが滑らかにならないという方に多いのが、このモーションパスの調整不足です。他にもイージングの甘さもありますが、まずはモーションパスから見ていきましょう。G をしてペンツールに切り替えましょう。カメラの位置のモーションパスを調整していきます。できる限り前の動きの流れを組むようにパスを編集します。角度がつきすぎている箇所を滑らかにするとうまくいきます。前後の動きを意識して調整していきます。終点の調整もできたら、最後に動きの余韻も作成しておきましょう。エンドキーを押して、コンポジションの最終フレームまで時間を移動させます。動きの流れを意識してカメラを動かします。モーションパスもしっかり編集するようにしましょう。これで基本となるカメラの動きができました。あとは動きに緩急をつける作業をしていきます。今回は速度グラフを使用します。というのも次元が3つあり、目標点は次元分割もできないからです。さらにモーションパスも使用しているので、速度グラフが適しているアニメーションと言えます。グラフの編集が不安な方は、グラフエディターについて詳しく解説している動画をアップしているので、お時間がある時にでも見てください。きっと理解できるはずです。では編集していきましょう。まず位置に打たれた最初のキーを選択し、ハンドルを表示させましょう。出始めはゆっくりと動かしたいので、ハンドルを下に下げて速度が0の状態を作ります。コントロールを押しながらドラッグするか、スナップ機能を有効にすると操作しやすくなります。速度0の状態で水平に引っ張り影響を高くして動き始めを遅くします。次に2つ目と3つ目のキーフレームを確認しましょう。ここではカメラが回り込んだ後、減速し、そのまま一定の速度で動かしたい箇所になります。速度グラフを見ると、すでにリニアな動きは完成しています。なので、2つ目のキーフレームの出る速度と、3つ目のキーフレームの入る速度は触らないようにします。では、2つ目のキーフレームの入る速度のハンドルを出る速度に合わせましょう。スナップをうまく利用して速度を合わせるようにしましょう。スナップはたまに挙動がおかしくスナップしてくれない場合がありますが、そんな時はコントロール、シフト、K を押してキーフレーム速度を開き、速度の値をコピーして貼り付けましょう。水平に引っ張り、影響の値を上げてイージングをつけます。では次、3つ目のキーフレームの出る速度を調整します。ここでは次の図形へ向かうための動き始めです。このままのグラフだと角度が急なので動き始めがおかしくなります。まずは出る速度を入る速度に合わせます。その後動き始めを減速させたいので、ハンドルを右側へ引っ張り、影響の値を上げてイージングをつけます。基本的にカーブは滑らかに緩やかな変化を意識すると破綻のないアニメーションになります。ハンドルを動かして綺麗なグラフになるよう試行錯誤してください。では次、4つ目と5つ目のキーフレームを見ていきましょう。4つ目と5つ目は動きの余韻を表現したい箇所になります。つまり一定の速度が好ましいです。グラフを見るとすでに一定の速度になっていますので、調整する必要はありません。問題は4つ目のキーフレームの入る速度です。速度が急激に変わるので、滑らかなカメラワークになりません。なので、入る速度のハンドルを掴んで、出る速度にスナップさせます。さらに左側にハンドルを引っ張り、減速させましょう。位置のグラフはこれで OK です。次は目標点です。
目標点と位置は同じタイミングでアニメーションしている箇所がありますので、位置のエイジング情報をそのまま使いましょう。イーズコピーを使用します。タイミングが同じ位置のキーフレームを選択して、コピーを押し、次に目標点のキーフレームを選択してイーズを押しましょう。これで緩急の情報がコピーされました。緩急の情報はコピーされましたが、少し問題があります。目標点のグラフを見てみましょう。速度を見ると動き始めから速度が出ている状態になっています。このままだと動き始めが硬い印象になってしまいます。なので、開始と終了の速度は0になるようにハンドルを下げておきましょう。これで完成です。仕上げに図形と図形をつなぐラインをパスのトリミングを使ってアニメーションをさせましょう。カメラの動くタイミングに合わせて終了点をコントロールします。再生してみましょう。動きが硬い場合に気をつける点は、まずモーションパスの滑らかさです。モーションパスの角度がきついと、どれだけグラフで試行錯誤しても滑らかになりません。3次元での編集になるので、いろんな角度からも確認して修正してみましょう。次に速度と影響の調整不足です。速度グラフとにらめっこして滑らかなグラフになるように調整しましょう。時間はかかりますが、ここを適当にしてしまうといいアニメーションになることはありません。慣れの部分が大きいと思うので数をこなしてみましょう。今回は以上です。いかがだったでしょうか？ 3D レイヤーとカメラにも慣れてもらうために作例を見ていきました。空間を自在に撮影して魅力的なアニメーションを作れるようになると、さらにアフターエフェクツが楽しくなると思います。3D 空間をうまく活用するのは難易度が高いですが、習得できればきっと仕事や作品に役立ちます。少しずつでいいので頑張っていきましょう。次回は今回少し触れたシネマ 4D レンダラーについて深掘りしたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。